はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam の1週間限定セールで高評価な作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は6月14日の午前2時まで。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっております。来週の14日からは Steam Next Fest、そして24日からはサマーセールと今月はイベントが盛りだくさんです。来週あたりからセールの対象作品も少なくなると思うので、この1週間限定セールの動画は少しお休みさせていただきます。セール明けからまた再開するのでよろしくお願いいたします。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに、ディスポティズム 3K。2018年11月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。730件中 82% の方が高評価。価格は820円が328円の 60% オフ。参考プレイ時間は3時間です。ブラックユーモアあふれる AI が人間を働かせてエネルギーを作り出していく人間管理シミュレーション。ゲームの目的はエネルギーを絶やさないこと。人間を使って作り出したエネルギーで設備を拡張し、効率よくエネルギーを生産していきます。エネルギーがなくなればゲームオーバーになるので、5種類の施設に適切に人間を送り込み、エネルギーを生産し続けなければなりません。脆弱な存在である人間は、ある程度強制的に働かせると過労死してしまうので、必要に応じて休ませたり、施設を通じて繁殖させたりして、エネルギー生成に必要な人間たちも絶やすことはできません。人間を働かせてエネルギーを獲得するブラックな人間管理シミュレーション。ディスポティズム 3K は非常に好評な日本語対応の作品です。マーズホライゾン。2020年11月18日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1980件中 84% の方が高評価。価格は2050円が1025円の 50% オフ。参考プレイ時間は11時間です。企業が火星を目指す経営シミュレーション。1950年代を舞台に宇宙開発を行う企業を運営し、人類を火星へ導くといった物語です。本作の開発は本格的で、欧州宇宙機関及びイギリス宇宙局のサポートやデータ提供を受けて開発。発射台、研究所、宇宙飛行士の訓練施設など、自分だけの宇宙基地を作成することができます。ゲーム内には他のライバル企業も存在し、情報を共有し、一歩でも早く人類の宇宙開発の発展に協力するもよし、単独で宇宙開発を行い、賞賛と名誉を独り占めするもよし、宇宙開発というロマンあふれる作品、マーズホライズンは非常に好評な日本語対応の作品です。キングダム・オブ・ザ・デッド。2022年2月11日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。108件中 85% の方が高評価。価格は1480円が1184円の 20% オフ。参考プレイ時間は4時間です。ペンとインクで描かれた一人称視点のホラーシューター。1867年南北戦争後のアメリカが舞台。プレイヤーは教授から陸軍大将となり、邪神ですとその軍勢を討伐することを目的とした政府の極秘プロジェクトゲートキーパーのエージェントチェンバレンとなって、アメリカ東海岸の8つの地域を探索し、死の門を閉じなければなりません。剣、ピストル、ショットガンなど8種類の武器と22体以上のアンデッドやボスが登場。モノトーンのペン画デザインによって描かれた色彩のない荒涼とした世界が印象的な作品。キングダム・オブ・ザ・デッドは非常に好評な日本語対応の作品です。ザ・フレンズ・オブ・リンゴ石川。2018年5月17日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1300件中 88% の方が高評価。価格は1490円が581円の 61% オフ。参考プレイ時間は7時間です。80年代の不良、石川林吾とその親友たちとの青春を描いたアクションアドベンチャー。熱血紅白2億にリスペクトを感じられる本作は、高校3年の最後の秋、プ
プレイヤーは大学寸前の不良グループのリーダー、石川凛吾となって、10代の感情や葛藤を描いた物語を追体験していくことになります。ゲームはライフシム的なシステムで、高校生活をどう楽しむかはプレイヤー次第。不良として喧嘩に明け暮れるのもよし、勉強して奨学金をもらうもよし、バイトに勤しむのもよし、高校3年生という人生の岐路を描いた青春アドベンチャー。ザ・フレンズ・オブ・リンゴ石川は非常に好評な日本語対応の作品です。パシファイ。2019年2月23日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。24,400 件中 88% の方が高評価。価格は520円が364円の 30% オフ。参考プレイ時間は2時間です。ステージの舞台は寂れた洋館。この洋館には現世に恨みを持った少女の亡霊が徘徊しており、プレイヤーは少女の亡霊を解放するために屋敷内を駆け回る鬼ごっこ系のホラーゲームです。ゲームの流れは屋敷内に配置された人形を探して地下の焼却炉で人形を燃やしていく。燃やすためには薪やマッチといったアイテムを入手しなければなりません。屋敷中を徘徊する少女の亡霊に捕まらないように気を配りながらアイテムを集めていくことになります。さらに少女の亡霊は人形を燃やしたり、時間が経過するごとに凶暴性、速度が増していき、最終的にはプレイヤーの何倍もの移動速度で襲いかかってくるので、緊張感のあるゲームプレイを楽しむことができます。パシファイは非常に好評な日本語対応の作品です。マシニカミュージアム。2021年3月24日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。330件中 90% の方が高評価。価格は820円が492円の 40% オフ。参考プレイ時間は2時間です。プレイヤーは遠い未来の世界で博物館の研究者となって、地球外文明が残したとされる見たこともない機械を修理して謎を解いていくパズルアドベンチャーです。細かく作り込まれたグラフィックは物質の質感を感じさせ、滑らかに動く機械仕掛けなどはかなりリアルに作られています。シンプルな操作性と程よい難易度のパズル。若干ボリュームが少ない感じですが、5月のアップデートで日本語対応のほか、ステージも追加されたとのことです。マシニカミュージアムは非常に好評な日本語対応の作品です。ファクトリータウン。2021年11月18日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3160件中 91% の方が高評価。価格は2050円が1025円の 50% オフ。自動化をテーマにした工業都市を建築していくシミュレーション。何もない土地で村を起こし、村人たちに指示を出し、木材や食料などの資源を集めて一大工業地帯へと発展させることが目的です。村が発展するにつれて、資源を一度にたくさん運ぶための荷車や、資源を転がして運ぶシュートなどが使えるようになり、アイテムの作成や輸送手段の工業化が進んでいきます。また、住民である村人の幸福度にも気を配る必要があり、食料や木材などの資源を人々に供給して、幸福度を維持していかなければなりません。収穫や生産のための施設を建て、インフラを整備して効率的な工業都市を作りつつも、住民の幸福度を維持していくやることが盛りだくさんの作品。ファクトリータウンは非常に好評な日本語対応の作品です。新夜回り。2017年10月25日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。460件中 95% の方が高評価。価格は2000円が800円の 60% オフ。参考プレイ時間は7時間です。2015年にリリースされたホラーゲーム夜回りの続編。今年の4月にはシリーズ最新作夜回りさんが発売されました。夜に潜む恐怖をテーマに2人の幼い少女が不気味な夜の街を探索するアクションアドベンチャーです。ある夏の終わり、親友同士の2人の少女ゆいとはるは裏山で見た花火大会の帰り道で離れ離れになってしまいます。2人はお互いを探し怪異がうごめく夜の街を進んでいくといった物語です。ゲームは斜め見下ろし視点で展開し、ゆいとはるの2人の少女たちが交互に入れ替わりながら物語は進行していきます。ホラーをメインとしたゲームですが、恐怖演出というよりはびっくり演出多めで、
怪異に触れるとゲームオーバーとなるので緊張感のあるゲームプレイが楽しめます。前作夜回りもセールの対象となっているので気になる方はチェックしてみてください。新夜回りは非常に好評な日本語対応の作品です。アルバ、A Wildlife Adventure。2020年12月11日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。2560件中 97% の方が高評価。価格は1730円が865円の 50% オフ。参考プレイ時間は3時間です。地中海の島を舞台に野生動物を守るアドベンチャー。本作の舞台は地中海のとある島。主人公のアルバはこの島にある祖父母の家でのんびり過ごす予定だったのですが、島にはゴミが散乱し、環境が汚染されかかっています。動物が危険にさらされていると知ったアルバが地中海の楽園を探検しつつ、島を救うために奮闘するといった物語です。ボリューム的には短めですが、登場人物も穏やかでいい人ばかり。のんびりした雰囲気でまったりプレイすることができます。細かく作り込まれたビジュアルやグラフィックは地中海にある島の美しさ、心を癒す優しい世界観が丁寧に表現されている作品。アルバ、A Wildlife Adventure は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。The Forgotten City。2021年7月28日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。4900件中 97% の方が高評価。価格は2570円が1670円の 35% オフ。参考プレイ時間は5時間です。ローマ帝国の時代を舞台にしたタイムループアドベンチャー。本作はスカイリムのモット、フォーガットンシティを再構築した作品です。舞台となるのは約2000年前のローマ帝国。この世界では一人でも罪を犯せば全員が死んでしまう呪い、黄金律に支配されていました。プレイヤーは2000年の時を遡るタイムトラベラーとなって、幾度となく繰り返されるループを体験しながら、秘密の地下街に閉じ込められた26人の失われた魂を救わなければなりません。この古代の謎を解き明かし、この世界から脱出するためにはタイムループをうまく活用すること。探索や聞き込みにより真実に迫ることで、繰り返される一日は少しずつ変化していきます。結末はマルチエンディングシステムで無数に存在。自分のやり方でタイムループから抜け出しましょう。The Forgotten City は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。デスペラード3。2020年6月17日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。6750件中 97% の方が高評価。価格は6200円が2480円の 60% オフ。参考プレイ時間は27時間です。アメリカの西部開拓時代を舞台にしたステルス系のストラテジー。多くの敵がひしめき合う戦場を敵の配置や動きを読みながらキャラクターをリアルタイムに操作しミッションを攻略していく。ガンマン、スナイパー、罠師、変装美女、魔術師、個性豊かなスキルを持つ5人を駆使して難関を乗り越えていきます。敵の視界をかいくぐりながらのステルス行動がメインで、一度見つかってしまうと大量の敵が襲ってくるので、入念な戦況観察と綿密な計画、そして大胆な行動力が求められます。ミッションのクリア方法は様々で、各ステージに存在する多彩なギミックを駆使しながら、戦術的に立ち回るもよし、または強行突破や隠密行動など、プレイヤーの行動次第で個性の出る戦術が展開できるなど、プレイするたびに違った攻略過程を楽しめる作品です。デスペラード3は圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は Steam の1週間限定セールで高評価の作品をピックアップしました。1週間限定セールの期間は6月14日の午前2時まで。紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっております。来週から1週間限定セールの動画はサマーセール明けまでお休みさせていただきます。おそらく別の動画を投稿する予定です。さて、週間ランキングは V ライジングが Steam デックと入れ替わりましたね。前回5位のマイタイムアットサンドロックがランキングから消えてしまいました。そして期待の未来異世界猫アドベンチャーストレイがランキングに登場しました。
確か正式にリリース日が7月の19日とアナウンスされたからでしょうかね。はい、今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。